笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるひでちゃんです。このチャンネルでは主にパーキンソン病に効果のある運動や日常生活の過ごし方、パーキンソン病に関わる知識などもわかりやすくお届けしていきます。現状の運動機能の維持のためにも動画を患者さん同士で共有をしたり、一緒に運動をしてご自分のために長く続けていっていただきたいと思います。今回はパーキンソン病のための運動プログラム第13弾として座ってできるペットボトル筋トレを取り上げます。パーキンソン病の方に筋トレを行う場合、ご自分が全力で発揮できる筋力の 80% 程度の高負荷での筋トレが推奨されているものの、日頃から運動する習慣のない方やご自宅で行うには不向きですしリスキーだと思います。ですので、このチャンネルを始めて3ヶ月程度経過したところで、少し運動に慣れてきた方向けに、ペットボトル2本の負荷で筋トレを行っていきたいと思います。内容は運動プログラム第2弾の座ってできるタオル筋トレの内容をさらに充実させた上で、ダンベル代わりにペットボトルで負荷をかけて行っていきます。小さい負荷ですが、パーキンソン病では体が硬く、関節を完全に曲げ伸ばしするまで動かすのが苦手だったり、しっかり伸びているかご自分で認識できていない方も多い印象ですので、重りを使うことで筋肉の伸びている感覚がよりわかりやすくなるかと思います。今回は 500ml のペットボトルに水を入れたものを2本使いますので、あらかじめご準備をお願いします。それでは始めていきましょう。筋トレ中は背筋を正して鍛えたい関節だけ動かしていくイメージを持ちましょう。では、頭と首の伸展から始めます。背筋を正して頭を前に倒します。後頭部の丸いカーブが首に向かうところに少し出っ張りがあるかと思いますので、そのあたりにペットボトルを当てます。ここからこの重みに逆らって頭と首だけ起こしていきます。しっかり肩のラインの上に耳が来るまで上げるのを意識して行いましょう。では10回行います。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。続いて顎を引く動作です。パーキンソン病の方は円杯で脊柱は丸まっていて、頭だけ起こした状態になりやすいため、顎を引く筋トレをしていきます。少し目線を上に向けた状態でペットボトルをおでこに置いて、このペットボトルの重みに逆らって顎を引いていきます。この時、体ごと丸まらないように背筋を正したままで顎だけを引きます。それでは10回行います。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。
では、続いて肩甲骨の筋トレです。両肘をしっかり伸ばして、ペットボトルを目線のあたりまで持ち上げます。そこからへその高さに手を持ってくるように肘を引き、肩甲骨を引き寄せ、背中をしっかり反らせます。これを10回行います。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。では、続いて脊柱起立筋の筋トレです。ペットボトルは太ももの上で持ち、体を丸めてお辞儀したところから、頭、胸と上から順に起こしながら万歳をします。この時、体が前に傾いた状態で万歳を上げ切ってから体を起こしきります。万歳と同時に先に体幹が起きてしまうと効果的に背筋を鍛えられませんのでご注意ください。では10回行います。1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。続いて腕の筋トレです。まず上腕二頭筋の筋トレです。両手を下ろしたところから交互に20回肘を曲げていきます。曲げてから下ろすときはストーンと落ちないようにゆっくりと下ろしていきます。では始めていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。続いて上腕三頭筋の筋トレです。手で支えてもいいので、背筋を正したまま前にお辞儀をし、この状態でペットボトルを持つ方の腕は二の腕が地面と平行になるくらいまで後ろに肘を引きます。
ここからゆっくりと肘を完全に伸ばしていきます。では10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では、反対の手で行います。私は見えづらいので同じ側で行いますが、皆さんはペットボトルを反対に持ち替えましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いて手首の筋トレです。ペットボトルを持つ手は脇を締めて肘を90度にし、反対の手で下から支えて固定しましょう。手首だけを動かしたいので、例えば手首を起こすときに肘まで曲がってこないよう、しっかり反対の手で固定します。ではまず手首を曲げる筋トレです。反対の手で固定して、ゆっくり曲げて、ゆっくり下ろします。ストーンと下ろしてしまうと筋肉を痛める可能性がありますので、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。では10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いて手首を伸ばす筋トレです。先ほどと同様に脇を締めて肘を90度にし、手のひらを下に向けます。そして手首を上げるときには反対の手で固定します。このように手首だけを持ち上げていきます。これを10回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。続いて足の筋トレに移ります。ここからはしばらくペットボトルは使いませんので脇に置いておいてください。まず、もも上げです。もも上げをするときにはしっかり骨盤を起こしたまま高く上げる必要はないので、ゆっくり上げてゆっくり下ろします。
この時、体幹が丸くなってしまいがちですが、これでは腸腰筋といって太ももを上げる筋肉を効率的に鍛えられませんので、しっかり背筋を正し、目線を前にしてゆっくり上げていきます。では、交互に30回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。続いて膝伸ばしです。こちらももも上げ同様、背筋を正したまま行います。上げるときには完全に膝が伸びきるのを目で確認しながら行いましょう。伸ばすときには膝のお皿が真上を向くようにし、内向き、外向きにならないよう気をつけましょう。では、交互に30回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。次に膝曲げです。背筋を正して片方ずつ足を引いて戻していきます。では、交互に30回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。続いてつま先上げです。つま先をしっかり上げてゆっくり下ろすを交互に繰り返します。30回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、
30。続いて、かかと上げです。こちらもしっかり上げて、ゆっくりと最後まで下ろし切ります。かかとが浮いたまま次に移らないよう、上げたらかかとが地面につくまでしっかり下ろしましょう。では、交互に30回行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。最後に立ち上がり練習です。ペットボトルを重りに使って立ち上がり練習を10回行います。バランスに不安がある方は片手でテーブルや手すりなどを持って行ってください。両手または片手でペットボトルを胸の前で持ち、しっかりと背筋を正して、足の付け根から深くお辞儀をしてからゆっくり立ち上がっていきます。座るときも背筋を正したまましっかりお辞儀をしながら座っていきます。立つときは股関節、膝、足が同時にゆっくり伸びていくイメージを持ってください。座るときはその逆で膝が伸びたままお辞儀しないよう、股関節、膝、足が一緒に曲がっていきます。では10回行います。背筋を正しましょう。1回目。2回目。3回目。4回目。5回目。6回目。7回目。8回目。9回目。10回目。お疲れ様でした。本日はペットボトルをダンベル代わりにして筋トレを行いました。少し負荷をかけての筋トレですので、いつもより疲労感があるかもしれません。トレーニング後、なるべくお早めにタンパク質や糖質を摂取して疲労回復につなげましょう。今回の動画を見て、今後もパーキンソン病に効果的な運動や有用な知識を得たいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして公式 LINE ではどの運動をどれくらいやっていくべきかをリマインド的にお伝えしていきますので、このチャンネルの概要欄の公式 LINE リンクから登録をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。